Signore e signori, il comandante vi parla. Benvenuti a bordo. Vi auguriamo un piacevole viaggio. Buonasera, Maestro Noto です。今日も10分だけ音楽の時間をください。今回はヨハン・セバスティアン・バッハ。クラシック音楽の父と呼ばれる作曲家で、その音楽は300年以上経った今でも世界中で演奏されています。しかし彼の人生は華やかな天才の物語というより、地方の町で働き続け、家族を養いながら音楽を書き続けた職人のような音楽家でした。今日はそんな人間バッハの人生をいくつかのエピソードとともに見ていきましょう。Apriamo il sipario。10歳で孤児。バッハは1685年ドイツのアイゼナハで生まれました。バッハ家は何世代にもわたる音楽一家。親戚の多くが町の音楽家や教会のオルガニストでした。しかし10歳の時、両親を相次いで亡くします。その後は兄の下で育てられ、そこで本格的に音楽を学ぶことになりました。実はこの頃のバッハは兄の楽譜を夜中にこっそり写していたというエピソードが残っています。月明かりの中で誰にも見つからないように音楽を書き写す少年。すでにこの頃から彼の中には強い探求心がありました。4ヶ月の無断欠勤。若い頃のバッハはオルガンの名手として知られていました。教会で働きながら作曲、演奏、合唱指導をすべて一人でこなしていました。1705年、彼は尊敬していた作曲家ブクステフーデの音楽を聴くため、北ドイツのリューベックへ向かいます。その距離は約400キロ、徒歩でした。本来は4週間の休暇。しかし、その音楽に強い衝撃を受け、気がつけば4ヶ月も滞在していました。当時のリューベックでは壮大なオルガン演奏と音楽祭が行われており、それは地方の教会とは全く別世界でした。バッハにとってこの旅は音楽とはここまでできるのかと世界を広げる体験だったのです。当然帰ると叱られます。市議会と衝突。1723年、バッハはライプツィヒの教会音楽監督になります。ここでの仕事は過酷でした。毎週の礼拝のために新しい音楽を書き続けなければならなかったのです。その結果、200曲以上のカンタータが生まれました。しかしこの仕事、決して順調ではありませんでした。市議会との関係はあまり良くなく、バッハは音楽を理解していないと不満を手紙に残しています。それでも彼は書き続けました。この時期に生まれた平均率クラビーア曲集は今でもピアニストの聖書と呼ばれています。子供20人。バッハは生涯で2度結婚し20人の子供がいました。成人したのは約半数ですが、その中には後に作曲家になる子もいます。これだけの家族を養うため、彼は教会の仕事に加え、結婚式や葬儀でも演奏していました。しかしある時、これらの仕事をめぐって教会側とトラブルになったという記録も残っています。つまり音楽家としてだけでなく、一人の父として生活を支える必要があったのです。そんな彼の家庭的な一面が見えるのがコーヒーカンタータ。日常の小さな出来事すら音楽にしてしまう余裕もありました。疑惑の医者と失明。晩年のバッハは視力の低下に悩まされていました。1749年、彼は目の手術を受けます。手術を行ったのは
ヨーロッパ各地を渡り歩いていた眼科医ジョン・テイラー。この医師は同じ時代の作曲家ヘンデルの目も手術しています。しかしその腕前については当時から疑問視する声もあった人物でした。そして結果は決して良いものではありませんでした。当時の目の手術はまだ非常に不確かなもので、成功率も高くはありませんでした。バッハの視力は回復せず、やがてほとんど失われてしまいます。ヘンデルの手術も同様にうまくいかなかったとされています。それでもバッハは音楽を書き続けました。この頃に取り組んでいたのがフーガの技法。一つの主題をもとに音楽を幾重にも積み重ねていく大砲の極限ともいえる作品です。しかしこの曲集は最後のフーガが途中で途切れたまま終わっています。まるで音楽そのものが静かに消えていくように。1750年、バッハは65歳で亡くなりました。有名じゃなかった音楽の父。実はバッハは生きている間、作曲家としてはそれほど有名ではありませんでした。当時の人々にとって彼は優れたオルガン奏者でした。時代はすでによりシンプルで分かりやすい音楽へと移り変わっていたのです。そのためバッハの音楽は少し古い様式と見られていました。しかし彼の音楽は後の作曲家たちにとって宝のような存在となります。モーツァルトやベートーベンはバッハの音楽を研究しました。大砲、和声、構造、クラシック音楽の基礎となるものがすでにそこにあったからです。もしクラシック音楽を一本の木に例えるなら、バッハはその根のような存在。すべてはそこから始まっています。だからこそ彼は音楽の父と呼ばれているのです。ヨハン・セバスティアン・バッハ。彼の人生は決して華やかなものではありませんでした。しかし彼の音楽は300年以上経った今でも世界中で演奏されています。ただし彼の音楽は一度忘れられかけていました。それを再び世に広めたのがメンデルスゾーンです。1829年、マタイ受難曲の演奏によってバッハの音楽はよみがえりました。もしこの出来事がなければ、私たちが知るバッハは存在していなかったかもしれません。では、そのメンデルスゾーンとはどんな人物だったのでしょうか。Signore e signori, stiamo iniziando la discesa. Vi preghiamo di allacciare le cinture. その話はまた次の機会に。アプレスト。